皆さんおはようございます。神様はですね、いつも私たちのことを思ってくださっていて、私たちのことを忘れないんですね。でね、それをね、証明する出来事が今起こってます。なぜかというと、いつもねジャンベ弾いてくれてるのは、いつもダンスしてくれてるジャンベ弾いてね、愛子くんなんですけど、ちょっと愛子くんがあれちょっと大きくなったか今日ね、ここにいるのはね、三村陽一さん、僕ら陽ちゃんって呼んでるんですけども、なんと陽ちゃんは小学校3年生から高校3年生までずっと教会でギターとか、楽器やってたんですけど、今日久しぶりに教会に帰っていてくれたんですねえ、まさにね、神様はね、ここにね、またね、もう一度ね、呼んでくれる。だからね、ちょっと皆さんお帰りって言ってあげてください。せーの、お帰りねえ、じゃあ一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたは、御言葉であなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだのですと、語りかけてくださっています。神様、今日も私たち一人一人をここに呼んでください。そしてあなたが、今週、私たちに必要な力を与えてくださることを期待します。あなたに期待してイエス・キリストの皆を通して祈ります。アーメン。それでは皆様お立ちください。手拍子を持って賛美していきましょう。
「
様、ここにいる一人一人とあなたが共にいてくださることを感謝します。でその契約は、今だけではなく、それは永遠であるということを感謝します。神様どうか、私たち一人一人が歩む人生の上でも神様あなたの祝福をいただきながら本当に喜びを持ち歩むことができますように、そしてあなたの約束をしっかりと握り歩んでいくことができますように。神様これから、聖書のメッセージを聞きます。どうか御言葉を通して、さらにあなたの約束が私たち一人一人に語られますように期待します。イエス・キリストの皆を通して祈ります。アーメン。それでは皆様お座りください。じゃあ皆さんおはようございます。おはようございます。今日は母の日ね。そう。わあ、おめでとう。皆さん、お母様。通訳が不要ですね。So, last month's message was about Moses. 先月のメッセージはモーセについてでした。So, today is the next part in our series about Old Testament characters. 次はですね、旧約聖書のもう一人の別のキャラクターについてやっていきましょう。So, after Moses died, Joshua became the leader of Israel. モーセの死後ですね、ヨシュアがイスラエルのリーダーとなりました。And Joshua had served as Moses' apprentice since he was very young. ヨシュアはですね、若い頃からモーセの弟子でした。And so since the time of Abraham, God's people had been either migratory with no place to call their own or our slaves in Egypt. はい、アブラハムの時代から神を信じる人々は家と呼べる場所のない流浪の民かエジプトの支配下にある奴隷かのどちらかでした。But God had promised Abraham hundreds of years earlier that his people would have land to call their own. しかし神はアブラハムに何百年も前から家と呼べる土地を与えると約束をしていました。And so the book of Joshua tells the story of God fulfilling that promise to Abraham. ヨシュア記にはヨシュアがリーダーシップを取ってこの約束が成就するという話が書かれています。And so today I want to focus on one particular story from the book of Joshua. ではヨシュア記から一つの話に焦点を当てて見ていきたいと思います。It's the story of how God helped the Israelite people to cross the Jordan River and enter the promised land. はい、それは神の助けによってイスラエルの人々がヨルダン川を渡って約束の地へと入っていくという場面です。So we have a map to show you. はい、地図お願いします。ごめんね。英語の地図。ごめんね。So, this is Egypt. Egypt. And so, God took his people across the Red Sea and then they wandered through the desert for 40 years. 40年間要はこの赤い線をさまよったわけですよね。But then, God brought them all the way up here. で、そこまで連れてって、And so this is the Jordan River. そこがヨルダン川です。今話に出てるね。And so when we are reading in the book of Joshua, God's people are here, needing to cross the Jordan River. ちょうどその赤の最終点のところですね。そこを今渡るっていうそういう話です。So this is another amazing story, similar to the way in which God parted the Red Sea to deliver his people from Egypt. はい、これは驚くべき奇跡の物語です。神が、紅海を割ってね、エジプトの人々を渡したっていうのと、似た話の部分ではありますよね。
So God told Joshua to get the people ready to cross the Jordan River and enter the promised land. 神はヨシュアに言いました。人々にヨルダン川を渡る用意をさせて約束の地へ行く準備をさせなさいと。But maybe many of the people wondered how this would be possible. 多分ですね、多くの人はですね、本当に可能なのかと疑った人もいたと思います。There was no bridge across the Jordan River for them to cross on. もちろん橋なんかありませんね、渡るのにね。And at that time of year, the Jordan River was at its peak flow. So it was impossible for them to walk through the river. でその時期のヨルダン川の水位っていうのは一番高くてですね、川を渡るなんていうのは本当に不可能に思えるような状況でした。And so God's instructions were for the priests who carried the Ark of the Covenant to step into the river first. はい、神の命令は、実会ありますよね、実会ね。実会で収められた箱を抱えた祭司たちに最初に川に入りなさいって言ったんですね。So these are the priests carrying the ark. So the ark was a wooden box that was a symbol of God's presence with his people. でその箱はですね、木製で彼らにとっては神の存在の象徴でした。So let's read Joshua chapter 3 verses 15 to 17. じゃあお読みします。箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸ったとき、ヨルダン川は刈り入れの間中、岸いっぱいにあふれるのだが、上から流れ下る水は突っ立って、はるか彼方のサレタンのそばにある町、アダムのところで席をなして立ち、アラバの海、すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた。民はエリコに面するところを渡った。主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかりと立つうちに、イスラエル全体は乾いた地を通り、ついに民はヨルダン川を渡り終わった。So this was another amazing miracle that God performed for his people. これは神が神の民のために行った、またもう一つのね、驚くべき奇跡です。It seemed as if there was an insurmountable barrier that stood between God's people and the promise that God had for them. はい、このヨルダン川っていうのはまるで神の約束と神の民との間に立つ乗り越えられない壁のように見えたのです。Yet God was able to deal with that barrier in an amazing way. でも神はその壁をですね、驚くべき方法で乗り越えるのです。There was no way that the people could cross that river by themselves. 人々が彼ら自身で川を渡ることなんてできないんです。But God was able to do for them what they could not do for themselves. しかし神は人間だけではできないことを可能にするのです。I think that's very encouraging for all of us. これって私たちにとって非常に励ましになりますよね。I think in life we all face things that are too difficult for us to do by ourselves. なんか自分たちだけでは乗り越えられない状況っていうのは私たちに常に与えられますよね。How amazing to remember that we can call on God to help us in those times. そういう時にやっぱり神の助けを求めましょう。And that nothing is too hard for God. 神に不可能はないんです。So what can we learn from this story to help us in our lives? はい、この話から私たちが日常生活で学べることは何でしょうか。日常生活で利用できる、私たちが学んでね、使えることは何かっていうのが今日のポイントになっていますが、I think this story shows us how important it is to remember what God has done for us. 大事なことはですね、神様がこれまで私たちにしてくれたことを思い出すっていうことです。してくれたことを思い出してください。I think God knows that we all find it difficult to remember and we find it easy to forget. そう神様は知ってるんです。神様じゃなくても知ってるんですけど、私たちは思い出すのは難しいですよね。でも忘れるのってものすごい簡単ですよね。はい。I remember back when Bron and I got married over 12 years ago. フィルとブロンは12年前に結婚しました。It was such an amazing day celebrating with so many of our friends and family. いや素晴らしい日でした。本当に友達、素晴らしい家族、本当にいろんな人に囲まれてね。Yet when I look through our wedding photos now, there are people who were there whose names I can't even remember. でも
今写真を見てみると、その自分たちが呼んだはずの人なのに名前が思い出せないわけですね。誰だっけなっていうことになるわけです。So I can't remember that person being at our wedding. Were they really there? いや、これ誰だっけ、なんか思い出せないねっていう状況です。So did we invite them? Did you invite them? 俺が招待しただけ、行くのはあんたが招待したのっていうことですよ。So I think we find it difficult to remember all the details of even the most wonderful times in our lives. 人生最高の日に来てくれた人の名前さえ思い出すことが難しい場合だってある。それぐらい私たちは忘れてしまうんですね。So after God had delivered his people from Egypt, 5 times he said to them, "Do not forget." 神様が人々をモーセのリーダーシップでエジプトから救った後ですね、忘れちゃダメですよっていうことを5回も言っています。5回です。So one example is in Deuteronomy chapter 4, verse 9. はい、ではお読みします。ただあなたはひたすらに慎み用心深くありなさい。あなたが自分の目で見たことを忘れず、一生の間それらがあなたの心から離れることのないようにしなさい。あなたはそれらをあなたの子供や孫たちに知らせなさい。So I always read those words and I think, how could you possibly forget that God miraculously delivered you from Egypt? It was so amazing. いつもこの言葉を読んで思うことがあるんです。どうしてエジプトから逃してくれたそんなとんでもない奇跡を忘れることができるんだろうかっていうことなんです。That God knows that we all find it difficult to remember even the most amazing things that happen to us. 神は知っているんです。私たちの人生の中で起こった最も素晴らしいことでさえ私たちは忘れちゃうっていうことね。Memories fade from our hearts unless we intentionally recall them and keep the memories strong and clear. そう、もう本当にそうですよね。記憶っていうのは意識して保とうとしない限りどんどん薄れて遠ざかっていくものですよね。I think maybe our hearts are like an old painting that loses its color over time. はい、私たちの心っていうのは絵のようにこう色を失ってね、鮮やかさを時間とともにモノクロに近くなってきますよね。So Michelangelo, he painted the Sistine Chapel in the Vatican City between 1508 and 1512. It's very famous. はい、ミケランジェロは描きました、システィナ大聖堂っていうのね、1508年から1512年の間に。So the paintings were restored in 1994. はい、そして1994年に、修復がされましたね。So this first photo, this is the prophet Daniel. This is what it looked like before it was restored. はい、これがダニエルの予言っていう絵なんですけど、これは before restore、修繕前の絵です。修繕前ですね。And the next photo is after これが restoration. 修繕後です。So it's clearer. You can see the colors easier. モノクロじゃなくて色が見えますよね。鮮明になりますよね。次の写真. The next one. This is God creating heavens and the earth. So before. そう、これがもう一個の修繕前のバージョンです。And after. 修繕後です。そうですよね。So over 400 years, the paintings they lost their color and their clarity. 400年の間にどんどん色を褪せていったわけです。Our memories are like that. They become a little bit fuzzy, unclear. 私たちの記憶ももう同じですよね。本当にもう昨日のことさえ、そういうことです。So maybe more as we get older, I'm finding. そうそうそうね。年を取ると余計にもう自分の名前そんなことないです。But when we remember what God has done for us, it's like we are restoring the painting, making sure that the picture is clear, the colors are vibrant. はい、神様が私たちに過去に行ってくれるのを思い出すとき、それは彼らの、ね、修繕に似ていると思います。昔やってくれたこと、それを思い出さないとどんどんもうぼやけますから。だから思い出しましょう。そしてもう一度、ね、この絵のように色を与えましょう。私たちが感謝を持てるように。はい。And so now, as God was about to perform another amazing miracle for his people, he wants to help them remember the miracle. はい、そうなんです。だから人々を約束の地へ導く奇跡を行おうとしたときに、
神様は私たちにこの奇跡を思い出してほしいっていうふうに思っているわけですね。So let's read Joshua chapter 4, verses 1 to 7. Okay. 民がすべてヨルダン川を渡り終わったとき、主はヨシュアに告げて仰せられた。民の中から12人、部族ごとに1人ずつを選び出し、彼らに命じて言え。ヨルダン川の真ん中で祭司たちの足が固く立ったそのところから12の石を取り、それを持ってきてあなた方が今夜泊まる宿営地にそれを据えよう。そこでヨシュアはイスラエルの人々の中から部族ごとに1人ずつあらかじめ用意しておいた12人のものを召し出した。ヨシュアは彼らに言った。ヨルダン川の真ん中のあなた方の神、主の箱の前に渡っていってイスラエルの子らの部族の数に合うように各自石一つずつを背負ってきなさい。それがあなた方の間で印となるためである。後になってあなた方の子供たちがこれらの石はあなた方にとってどういうものなのですかと聞いたなら、あなた方は彼らに言わなければならない。ヨルダン川の水は主の契約の箱の前でせき止められた。箱がヨルダン川を渡るとき、ヨルダン川の水がせき止められた。これらの石は永久にイスラエル人の記念なのだ。So God wanted to help his people remember what he had done for them. 神様はですね、人々がこの偉大なる奇跡を思い出せるように助けたいのです。神様が人々を、約束の地に導いたっていう奇跡をね。So they were to choose 12 big rocks from the very middle of the Jordan River. はい、だから神様は人々に、その部族長にね、ヨルダン川の真ん中にある12個の巨大な石を運ぶように命じました。So the rocks were to be so big that men had to carry them on their shoulder. はい、でその石はとても大きいので肩に担がないと、持っていけないわけです。So not just a small stone. ちっちゃいんじゃなくて本当にこういう大きい石なわけです。So in a river, the biggest rocks are in the middle where the water flows fastest. そうで、その川っていうのはやっぱりその川の中心が一番水の流れが強いんですよね。川の流れが強いにもかかわらずそこで残っている中心にある大きい石っていうのは相当大きいわけです。相当重いわけです。詰まってるわけですね。So at the edges of the river, the water flows slower, so the water can't carry big stones. だから川の端は流れが緩いですから、大きい石っていうのは残ってるんだと思うんですが、でも真ん中に残ってる石っていうのは特別なわけですね。So today I want to build our own pile of rocks. アクティビティです。今日はですね、12の石を重ねるっていう話がここにありました。それを皆さんとやりたいと思います。So there are some rocks. They are not rocks. They are blue and green Daiso plastic boxes. 石じゃなくてグリーンかブルーのダイソーのボックスがあるんですけど、石に見えますからね。石だと思ってください。So there are 12. So if you find one, please bring it forward. 見つけたら持ってきてください。前に。どっかにない椅子の下とかにありませんか？どうですか？ Bring it forward. Let's make a pile. 作りましょうよ。作りましょうよ。どうぞスペースありますから持ってきてください。重い。Yeah. On the shoulder. Very, very heavy. すごいね。うわありがとう。Oh, very heavy. Yeah, okay, so then Joshua took the stones and built a pile. そう、ジョシュアが集まってきた石を作ってます。フィルじゃなくてジョシュアです。そう、ジョシュア。よし。Oh, that's so heavy. ちょっと待って。そう。ちょっとブレイク。They're very heavy. そう。熱い。Yeah. Okay. よっしゃ。
いや。ね、非常に手の込んだことで、非常にこうバランスとかね、必死ですから、こうなかなかね、乗せても落ちちゃうんですね、これも落ちちゃうんですね。なかなかね、計算をしながらいかないと上手に積めないんですよね。多分やってみると皆さんも分かると思いますが、ね、ダイソーの製品でこう、last 3 parts, right? 2 parts? Yeah, you must make sure it's working. Okay. Every time, completed, yeah. It's hard work for Joshua, man. So, the pile of rocks was meant to be a reminder for generations to come of what God had done for His people. はい、でこれはですね、何世代にもわたってやっぱり視覚的に、神様の奇跡を思い出させるのでですね、見てわかりますもんね、これね。So it was so big that children would see the pile of rocks and naturally ask their parents, "What are those rocks? How did they get there?" まあ子供たちなんかがね、こういうこれ本当はまだすごい大きいわけですよ。子供たちがなんでこんな石がでっかいのがいっぱいあるのってやっぱり聞きますよね、親にね。There are no other big stones like that around here. How did they get there? そうそうそう、この辺にこんな大きい石はないのになんでここにこういうのがどうやってなってるのお父さんなんていうのは想像できると思います。So it would provide an opportunity for the parents to tell the story of how God had miraculously brought them across the Jordan River. そうそう、当然親は聞かれればその時のヨルダン川を渡った神の奇跡の話をしますよね。そうやって代々続いていくわけですよね。So as amazing as the parting of the Jordan River was, for us as Christians, we have something even more amazing that God has done for us. はい、ヨルダン川を渡ったのと同じくらいの驚くべきことがクリスチャンとしての私たちにも与えられているんですよ。他人事じゃなくて私たちにも。So at Easter, a few weeks ago, we remembered that Jesus died on the cross for us and that He rose from the dead so that we could have eternal life. はい、数週間前のイースターでは私たちはイエス・キリストが十字架で私たちのために死んでくださって私たちが永遠の命を得られるように、死から蘇ったということにイースターを通して思い出しました。This is the most amazing miracle, more amazing than anything else. これは最も驚くべき奇跡で他のどんなことよりもね驚くべきことでありました。That God loves us so much that He made a way for us to be with Him for all eternity. そうそうそう。で、神様は私たちを本当に愛しているので、こういうことを通して神様が私たちに永遠の命をくださっているということですよね。じゃじゃーん。じゃじゃーん。Magic. ダイソーありがとう。スポンサーシップ。So Romans chapter 12 and verse 1 in the New Testament is a beautiful verse. お読みします。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。So we are meant to offer our lives gladly to God in view of what He has done for us. 神様が私たちにしてくださったことをね、私たちが思えば、やっぱり私たちは喜んで人生を神に捧げることができると思います。So we need to keep a clear picture in our hearts and minds of what God has done for us. もし神の愛や慈悲をはっきり感じることができないのであれば、神様のために生きるのはやっぱり、ね、難しくなるかもしれません。So how can we remember the great things that God has done for us? ではどのようにして神様が私たちにしてくださったことを思い出すことができるでしょうか。I think there are things that we can do by ourselves to keep our focus on God. はい、自分たちでできることがあるんですよ。それは神様に、注目をし続けることです。Things like I write a journal every day about what is happening in my life, what God is doing. It's one way that I try to remember and record what God is doing.
ここからが本当に実践具体へということになるんですが、やっぱり毎日ですね、神様のしてくれたことっていうのを書き取ってる毎日。だから日記みたいなもんですよね。And again, the regular discipline of reading the Bible helps me to remember God's truth, remember how amazing He is each day. やっぱり定期的に聖書を読みましょう。で、実際に読んでいって、それがやっぱり神様がやってくれたことを思い出すきっかけになります。Listening to worship music at home or in the car, it's another way that we can keep remembering who God is and all that He's done for us. ワーシップソングを聴きましょう。ね、今日朝というか最初にね、皆さんが歌ったような、それを車の中でもいいですし、やっぱり身近にあると私たちは思いをね、馳せるきっかけになると思います。So there are also things that we can do together to help us remember what God has done. 私たちが一緒にできることがあります。神様を思い出すために。So for us as a family, we have again Daiso plastic container that sits on our table at home. お家にダイソーのプラスチックの壺じゃないですね、コンテイナー、入れ物がある。So and what we do while we eat dinner, we ask each other, "What are you thankful for today?" で、夕飯の時にね、今日感謝できることは何ってやるんです。So we write on a post-it note and put it in the container. メモにこうやって書いてね、こう入れるんです。So maybe Niall says, "I'm thankful I could play soccer at 幼稚園." ナイルなんかは息子さんの幼稚園でサッカーができたというのを感謝のことに書いて入れる。Conway says, "I like Mario Kart." So Mario Kart 大好き。コンウェイはマリオカートが好きって言ってね、通訳の必要ないですけど。But for Bron and I, we are able to share with our children what we feel God is doing in our lives, so we remember together as a family. そうそうそう、子供も含めてね、夫婦でもね、そうやってやってくれた神への感謝っていうのをそうやって思い出す機会にはなるかと思います。And so as a church family, whenever we meet together like today, we are focusing on God and remembering Him together. そう、私たちは教会をね、家族としてね、こうやって日曜日に会うこともできますし、いつでも会ってこうやってシェアしていくことはできますよね。それも思い出す、とてもいいことだと思います。Communion is something that the church has done for over 2,000 years to remember Jesus' sacrifice for us. 生産式ですよね。生産式も2000年の間、神様、イエス様を思い出すためにやり続けてきていることですよね。思い出すためです。意図的にイエス・キリストを思い出すためですよね。But also just being friends with one another, spending time together, talking with each other is a great encouragement. It helps us to focus on God together. そう、友達とやっぱり一緒に過ごす、クリスチャンの友達なんかと過ごす時にもね、やっぱりそういう話になると、それは本当にお互い大いな励ましになるかと思います。So I tried to start learning more Japanese before we came to Japan, when we were still in New Zealand. ニュージーランドにまだいる時に、でも日本に行くってことが決まってから、日本語の勉強してました。But I discovered it was so difficult for me to remember any new Japanese words because I'm surrounded by people who are all speaking English, not Japanese. 日本語を勉強難しかったです。周りは日本人、喋る日本人じゃないですからね。So it's still difficult for me to learn Japanese now. まだ日本語を学ぶのはすごい難しいけど、But it's a lot easier because every day we are surrounded by Japanese people. I hear it all the time. だけど周りに日本人がいて日本人が日本語を喋ってますから、だからやっぱり状況は全然違ってすごく学べる。So in a similar way, I think it's hard for us to learn new things about God and remember who He is if we are just by ourselves. そう、同様に私たちにとっても、神様について、クリスチャンのこととかね、聖書のことを学ぶことっていうのはやっぱり難しいことだと思います。自分自身だけで学ぶとしたらば、周りにね、クリスチャンがいなかったらね。It's much easier when we have a church family who we can support and encourage one another. だから周りにクリスチャン、チャーチファミリーなんかがいたら状況は全然変わるし、新しいことがたくさん学んでいけると思います。So, one thing we need to be careful about, I think. ちょっと気をつけなきゃいけないことがあると思います。We need to be careful that our remembering of God
doesn't result in us thinking that God only did amazing things in the past. はい、気をつけなければいけないことは神様を思い出すっていうことが聖書を読むことかもしれませんが、神様が過去に行ったことだけを思い出すっていうのはちょっと違うなと思うんです。I think our remembering of the past is meant to shape the way that we live our lives now. 過去を思い出すことっていうのが意味しているのが、自分自身が今どのように生きているかっていうことにやっぱり関わってくるべきだと思うんです。I think God didn't want the next generation of Israelites to look at the big pile of stones and think, I wish I was there when God performed that amazing miracle. He never does anything amazing today. 神様の何世代にもわたってイスラエルの人々に積み重なった石を見てもらって、神様がヨルダン川を終わった時に、私もあの時生きてたらあの偉大な技を見れたのになんて思ってほしいわけじゃないんです。あの時私がいたらみたいな、そういう過去思考だけじゃなくて。The pile of rocks was meant to encourage them that just as God performed a miracle for them in the past, He was still the same. He could help them with whatever difficulty or challenge they had in their time. 積まれた石を見て神に不可能なことなどなく、神は人々を愛し励ましているのだということを思い出してほしいわけですね。So when we read a little bit further in Joshua, ジョシュアをもうちょっと読み進めるとですね、God told the people to pick up the stones and carry them for about 5 kilometers. 石を持って5キロ運べっていう箇所が出てくるんですって。Why? なんでですかね。It's because they were about to face another big challenge. おそらく彼らはそれが彼らにとってはまた大きい新しい挑戦、困難になると思います。They were about to fight the strong army of Jericho. 彼らは、they are going to fight the army of Jericho. エリコの軍隊と戦うことになるんですって、イスラエルの人々が。So it would have been very easy for them to be afraid of Jericho. それジェリコの人々を恐れているっていうことが有利に立つことになるかもしれません。But they would have been able to look at the pile of stones and remember how amazing God is. そうですよね。やっぱりジェリコと戦わなきゃいけない。でも神様はイスラエルの人々は石を見て、私たちのために神様はそんなことを過去やってくれた。だから今もあって、だからこれからも大丈夫だっていう心の支えになりますよね。So God was able to part the Jordan River. He must be able to help us with our new challenge. 神様がイスラエルの私たちをヨルダン川を渡るために川を割ってくださったんだから、これから私たちが戦うであろうその戦場においても私たちを絶対サポートしてくれるって信じられたんですよね。And likewise, as we face new challenges or new difficulties in our lives, we can look to Jesus and remember what He has already done for us. 私たちの人生においても新たな困難や挑戦に出会います。そしてその時にね、イエス・キリストを思い出して、あんな奇跡を行ってくださったんだから私たちだって大丈夫と思えるはずです。Last point. 最後のポイントです。As much as we try our best to remember God, 神様を思い出そうと努力すればするほどですね、we need to remember that God never forgets about us. 神様は私たちを絶対忘れてない。常に神様自身が私たちを覚えてくださっているということに気づくわけです。We can always trust in His amazing love for us. 神様の愛を常に私たちは信頼し、生きていくことができるわけですね。He is faithful to continue to help us move forward through any challenge or any difficulty. で、私たちが困難に立ち向かうとき、私たちが困難に直面したとき、必ず神様は誠意を持って私たちを助けてくださいます。支えてくださいます。It's good news. それが良い知らせです。じゃあ、let's pray together. では一緒にお祈りをしましょう。God, we thank you that you are so amazing, so powerful, and so loving. 神様、本当にありがとうございます。あなたは偉大で、私たちを本当に愛してくださっています。We thank you so much for all the amazing things you have already done for us. 本当にこれまであなたが私たちにしてくださったことに感謝します。
Thank you that you have called each of us to be a part of your family. 神様、あなたが私たち一人一人を呼んでくださって、あなたの家族に入れてくださったことを感謝します。As we all face challenges and difficult times in our lives, 私たちが困難や難しいことに直面するときにもですね、please help us to remember you. どうぞ私たちが神様、あなたを思い出せるように助けてください。Help us to draw confidence from what you have done in the past. そしてあなたがこんな素晴らしいことをやってくださったんだから、私たちは大丈夫だという確信を引き出せるように私たちを助けてください。Nothing is impossible for you. 神様、あなたにとって不可能なことはありません。And so we trust in you. あなたのことを本当に信頼します。We trust that you will never forget us. そして神様、あなたが私たちを決して忘れていないということを私たちは信じています。So we thank you for this in Jesus' name. イエス・キリストの皆によってお祈りを捧げます。アーメン。アーメン。じゃあ let's pray silently for a few moments. ではもう少し各自でお祈りを捧げましょう。Amen. Amen. So now it's time to receive our offering for today. では、献金の時間としたいと思います。So let's pray. Let's pray. お祈りを捧げます。So God, we thank you for all that you have given to us and done for us. 私たちにしてくださったこと、私たちに与えてくださったことを感謝します。So we are giving today because we love you and we are grateful. 私たちは捧げます。あなたに感謝をしているからです。So we pray that you would continue to provide for our every need. 私たちの必要に応じてあなたが与えてくださることを感謝します。In Jesus' name. イエス・キリストの皆によってお祈りを捧げます。アーメン。アーメン。So I speak English and he will translate Japanese. はい。はい、ですね、今日は5月12日なんですけれども、今ね、覚えるっていうね、神様がしてくださったことを覚えるっていうメッセージでしたけれども、5月の7日はね、僕たちにとってはすごく貴重な日なんです。なぜかというと、ね、新田君の娘のニコちゃんの誕生日なんですけれども、ジーザスセンターがね、始まった日なんです。2周年ですで、去年は1周年でバーベキューしたんですよね。で、ここでもう溢れちゃったんです。野外でね、テント張って礼拝したんです。で、雨降ってきた大変だったんですね。でもまあ、これから2周年、3周年ってね、ずっと行くと思うので、まあ、2周年は少し静かにして、5周年か10周年ぐらいまでね、ちょっとそれをね5周年、10周年はもうちょっとね派手にやろうかなでも本当に、始まった時のことを考えると、僕とあつさとあとちいさんはね、1歳のレオ3人でね、始まった教会でしたけれどもね、今本当に皆さん、ここにね、皆さんと共にね、歩めることを感謝します。で、ですね、ジーザスセンターは、まあ、もちろんお仕事で忙しい方たちとかですね、日曜日ね、教会に来れないっていう方も、聞いたので、まあホームページとか Facebook をね、割とすごく活用している教会だと思います。特に、皆さんとね、本当にこれは、イエス・キリストのね、まあ、教会は体です。体がね、一部一部がね、それぞれみんな協力して、これからも歩んでいけるように、
どうすればいいかなとね、思っていた時に、やはり、毎週ね、どこかで何かの形でメッセージが聞けたらいいかなということで、さまざまな形で僕たちメッセージを配信してます。で、あまりこれ教会で、紹介したことなかったので、ちょっと紹介したいと思うんですけれども、ですね、この見る聞くっていうものがあるところがあるんですけれども、そこに皆さん、ホームページね、ジーザスセンターって調べていただいて、そこに行くと、YouTube とかさまざまな形で、紹介しています。で、iPhone をお持ちの方はポッドキャストっていうのがあって、毎週、メッセージだけがそこにアップされるんですね。だから、家事の時にも車の時にも、また走ってたりする人もね、全ての人がそれでメッセージだけが聞きます。また賛美からずっと見たいっていう人は YouTube にも載ってます。で、もっとフランクに聞きたいっていう人はね、毎週水曜日の10時に、僕たちがライブ配信してるんです。これ JCT アットホーム、これジーザスセンターアットホームって書いてあるんですけども、そのアットホーム何かというと、ジーザスセンターに来れない人たちのお家に僕たちが行っちゃうぞっていうプログラムで、フィル、今週も来るんですね。水曜日に僕たち、子供たちに寝かせてから10時に僕のスタジオがあるんですけど、家にね、そこでライブ配信してます。もう眠い皆さんライブ配信してます。そこではね、ジーザスセンターで語ったメッセージをすごく簡単に15分20分で、語るっていうね、でなんかちょっと冗談とかも交えつつもやってる、そんなこともやっていますので、さまざまな形でね、皆さんでメッセージをね分かち合って、そして足並みを揃えてね、共に進んでいこうっていうのが僕たちのビジョンなので、ちょっとこのね、3周年に入ったので、3年目に入ったので、ご紹介しました。はい、で、アナウンスが一つあります。来週の土曜日、ここでですね、日曜日普通に礼拝やりますけれども、土曜日はここの地域の、フェスティバルというね、フェスがあります。で、そこでジーザスセンターはステージを担当しています。で、野外ステージで宇都宮で活躍している、ミュージシャンが、ロックにね、高校のチア部も含めてここで、そこでステージ持ちます。で、フェス何を行われるかというと、そこではですね、ブースが並びます。で、食べ物とか飲み物とか、あとはクラフトっていうところ、手作りのね、ブースとかいろいろ並びますので、ここで10時から4時まで、行っています。もし時間が、ね、ある方は、ぜひお越しください。で、駐車場はこの周りに近隣の駐車場をお借りしてますので、この建築会社のドクターリフォーム3世、ここが主催になっています。ここで、駐車場コートをね、使って、行うことになっていますので、ぜひね、来てください。ジーザスセンターのミュージックチームが演奏するのは、1時45分だったかな、午後の部になります。もしのお時間あったら皆さんぜひ来てください。で、ジーザスセンターの、もブースを出すんですけれども、それは、ここにいらっしゃる何人かの素敵な、方々が手作りのね、もの、バッグとか、あとは着物仕立てのワインボトルカバーとかバッグとか、そういうのをね手作りで、販売することになっています。その一部がイスラエルの子どもたちの支援に募金につながることになっていますので、ね、ぜひ皆さんもしお時間ありましたら遊びに来てください。あとで重要なのは晴れるように祈ってください。今のところの曇りか雨なんです。去年も雨予報だった。そしたら前の日に雨全部上がってピーカンだったんです。こんな感じ。ぜひ祈ってください。それでは皆さん以上になります。祝福ありますように。